神様がいるならなんで病気という苦しみがあるんですか？去年なんですけど、急に私失明したんですよ。病変をただ取り除けばいいっていう医学からちょっと卒業していただいて、前編に引き続き幸福の科学の砂田講師に病を癒すヒントを伺いました。中には神様がいるならなんで病気という苦しみがあるんですかというふうな方もいらっしゃると思うんですけれども、病気には何か意味があるのでしょうか？はい、実は深い質問なんですよ。意味はありますし、意味があるというと、おそらく聞いておられる方の多くは、仏様ってそうやってこの無理難題を人間にね与えて、で悟れみたいに言っているのかなって、多分誤解なんですよ。これはこの世は魂修行と言いながら肉体に宿らないといけないのね。子供がね宿題出されたら「分かんない」っつってこんなね「先生なんでこんな宿題出すの?」って言うけど、これを解けるように練習していくと実力が上がりますっていうことでしょ。でこれ答えいつも教えてもらってたら全然実力上がりませんと。だからこの世では努力してその理解する範囲を増やさないといけないっていうこの世界なので、すぐ得られたらあの世と同じで修行にならないっていうことね。だから自分が得られたいもの、理解したいものもなかなか理解できないっていうこういう状態があるんです。この状態の時に魂がこうマイナス想念と言いましょうかね、恨みだ辛みだ、なんで私だけがっていうこういう思いを溜めてくると思ってくると、実は光が止まって病巣ができると。だから病気を与えて悟らせるためにこういう仕組みを作ってるんじゃなくて、そういう自分が魂が向上するための原理の中で病気というものが出てきちゃいますと。それは病気を治すためじゃなくて、あなたの認識を高めるためですと。幸福の科学でもう一つ重要な経典があるんですが、太陽の方っていう、そこに人生の探求は必ず仏に巡り合うことになってるっていうことが書いてあるんですが、病気の時にねちらちら仏が本当はこう私見えるってこう言ってるのに、それをこう無視してなんとか病気を治して先生ちゃんと治してよとかってこうやってると、これは見えなくなるので、こういうその病気の意味っていうのは、実は仏が私に会おうとしてくださってるんだというふうに取る意味では、病気は意味があるということですね。一番大事なことは何度も言います。病気を治すために生まれてきている人は一人もいません。でもほとんどの人はこの世のルールの中で病気というものに遭遇します。でもそれは意地悪で与えられている課題ではなくて、それは本当は自分の魂が何が一番大事なことを気づかせる要件ですというふうに正しく捉えて、全ての人生の悩みっていうのは実は消えてしまうんですよ。でこれがいつ死んでもいいっていう心境なので、砂田さん俺3年間いつ死んでもいいって思ってんだけど一向に病気に治らないって、こんなこと言う人多分偉そうに言ってごめんなさいね、でもいらっしゃるはずなの。これを読み続けていくだけで、そうですね、20回30回あるいは100回、それが分かるまで俺は死ぬまで絶対これを読み続けるぞって決意した人は必ずどっかの時点で「砂田さんその通りでした」ってなります。コメントください、その人。砂田さんも病気になられたことはあるんですか？はい、私75歳なんですけど、偉そうに反省と感謝で病気は治るって言ったら「砂田さん病気治らないんじゃないですか」って言いたくなりますよね。でもなるんです。やはりその時に病気を治すためにってなってくると、どんどん魂じゃなくてこう肉体を重要視する自分になってくるから、これかえってまた病気治りにくくなるんです。私の体験で話した方がヒントを得ていただけると思うので、去年なんですけど急に私失明したんですよ、左目で。実際は何が起きたかっていうと、血栓が目の血管の方に飛んで、そして血流が
止まったからもう目が真っ暗ね、完全失明です。で知り合いの眼科に行くと「砂田さんこれいつからですか?」って言うから「いやもう2日も経つかな」砂田さんダメですよ、7時間血流止まったらもうアウチですよ、元に戻りませんよ」ってこう言うわけね。これが医学の常識ではあるんです。私のことを心配してくれて医者は言ってくれてるんですよ。脅かしてるわけじゃないんですよ。でもその時に私は極めて冷静で入れたんですね。で本当に 0.3 秒ぐらい一生戻らなかったらこれ目使う仕事ですから、いや片目だと目疲れるしやりにくいなとか 0.3 秒ぐらい思ったんです。生きがってね、仕事の手前以上いつ死んでもいいと思わなきゃいけないから片目は見えなくてもいいんだってこう自分をごまかして言ってる可能性もあるわけですよ。これを自分の心を調べてごまかしがない状態ってどういう状況かっていくと分かったんですね。今まで両目で見えてるから本当はこの世の姿形いろんなものが見えすぎるがゆえにその人の本当の悩み、つまり霊的悩みです。見えてないことがあるっていうのが直感的に分かって、だから目がこちら見えなくなったんだったら大川先生も霊査される時目つぶられるんですよ。この世的な姿形を見れば見るほど霊的な本質が見えなくなると私は分かって、大川先生ありがとうございます、この左目視力回復しなくてもいいっていうのが分かりました。視力回復しないからこそこちらの目で霊的な本質を見える能力を私に預けてくださろうとしてるんですね。私その能力開発させていただきます。見えないからこそそれが開発できると本当に腑に落ちましたって思ったんですよ。そしたらあれからもう1年ですけど見えるようになっちゃった。まだちょっと網戸越しで見てるような感じで物は見えるんだけど字がちょっと読みにくいっていうことあるけど、医者がね「砂田さんもうアウチですよ」って言われたのが祈願も受けましたよ。機能回復祈願受けましたけど本当に回復してきちゃった。だから私が言いたいのは自分をごまかしていつ死んでもいいような心境とかっていうのはダメですよ。それを本当に一生持っていってもそれで何か自分がその条件をもとに魂は向上できるか、より多くの人を愛することができるかっていうここを自分が得しにいかないとごまかしている可能性ありますよ。でそこまで行くのは決して私がどうだ悟ってるだろうっていうことは言いつもりはないですけれども、そこまで行くのは結構修行しないといけませんから、せっかく病気を与えていただいたんならどうかこれをその病気を治すっていうことじゃなく、もう一段魂としての自分が本物だったんだと、その魂は人に愛を与えるための存在であったんだ、その与える力をもっと大きくしたくてこの世に生まれてきたんだと、それを気づかせ、それを本物にするために治してくださいっていうことを祈れるようになっていただきたいと心から思います。で結局は魂の健康法というのを、今教えていただいたということでよろしいんでしょうか。紹介させていただくこの病の時に読む言葉の一番最初にね、実はあなたが言われたこと出てきまして、病気とは魂の休息日であると。病気とは魂の休息日であると。病気になったから体休めなさいって普通は思うかもしれないけど、魂の休息日ですかとなるわけね。でこの意味をあなたが今言ってくださったと思ってます。本当は魂が休息を取らないといけないんです。でそれは何も仕事しないでリラックスすれば休息が取れるかというと、実はそうではなくって、休息の時はだいたい親元に行ってね、お母さん帰ってきたよって言って料理作ってもらって食べて、もう元気になった、また明日から仕事に戻るわって言っていうような感じでしょ。だから
仏のもとに行って病気の時にね、であなたに与えていただいた仏性、それは愛を与えるために与えてもらったんだってことをよく分かりましたって言って、私また頑張るからねって帰ってくる、これが病気の本質ですよっていうことですよ。魂のこの傾向性と医学的な病気には結構関連はあります。例えばですね、人の意見をなかなか素直に聞いてもと言いながら腑に落ちない人っていらっしゃると思うんです。だからいつも上司に「お前は何で言ったら分かるんだ」とかってこう怒られてるような人もいるかもしれないね。でこういう人ってやっぱり腑に落ちないっていうように飲み込んでストンと胃に落とせないんですよ。そうすると大体胃の病になったりするんですね。胃がんとか、それから胃潰瘍だとかね。100% そうだとは言わないけど結構多いです。あるいは糖尿病の人もいらっしゃると思うんですけど、私が経験したり、あるいは大川先生の本を読ませていただくと、結構関連性あるなと思うのは、例えば人生の中は栄養だらけなんですよ、魂の向上のために。でも向こうからやってくる栄養素を「いやそれちょっと私嫌いです」とかつって弾くんですね。好きなものしか食べない人で、これが血液の中でいくと栄養素がブドウ糖ですけど、糖がやってきた時にそれを血管が吸収してくれる。そうすると血糖値がスーッと下がって糖尿病にならないんですね。つまり人生の中の血管が病んでくると、こういう状態があって、だいたい頑固な人、いい意味で頑固ね、仕事はよくできるし責任感もあるし、でももっと多くの価値観を受け入れるっていうところにはやっぱり頑固さがあったりすると糖尿病になる人が結構いらっしゃる。でそれをある信者さんにお伝えしたら「分かった」って言って、自分の息子との確執があったのをそれに気づいたら、いつも行っているその病院で「何々さん何かあったんですか?」値がすごくいいんですよ」とかってこう言われたと言うんですね。だから関係はあります。でも大川先生が言うように、こうだからこうってあんまりこじつけない方がいいですよ。本質的にはもっとその光が遮っているものがあります。それを反省と感謝で取り除きましょう。そうすると酒飲んで肝臓が弱ってる人のところにはその光が届かない病巣が一番出やすいから肝臓の病気になったりしますから、別に肝臓はこういう性格だからじゃなくて、どんな性格でも光を止めたら一番弱いところに病気が出ますというようなことを言ってます。だからもう一つ先生はがんで言われたのは、がんはおできみたいなもんだと。その自分の光を遮っているそういう思いですね。自分を自虐する思い、自分さえ良ければ、自分さえ我慢すればとかっていう、どうせ私なんかっていうね、こういうような気持ちは自分を虐待する思いなんだけど、これを吐き出したいわけです、魂としては。そのためにがんを使ってそれを出してるから、その出口を手術で取り除いたりすると出口がなくなるから、また出口を作るために新しいがんを作ったりするってことを先生言われてます。そういうこともありますから、その病変をただ取り除けばいいっていう医学からはちょっと卒業していただいて、大元の魂をどうやってやるか。でそれは何度も言います。反省と感謝。病気の時こそチャンスと思ってですね、これを読んで本当にうどん一本すすれるのはこんなにありがてえと本当に思ったことはないっていう心境に至るとね、100あるから、それをやったらもう大体どんな病気でも治るはずですよ。でそれでもう一つ言いたいのはですね、幸福の科学では超絶対健康法っていう本があるんです。そこにあるのは超絶対健康法ですから、これで絶対健康になるんだ。でそれは超だからウルトラ C の秘宝の教えなんだ。これを読んだら病気が治るんだって普通思うんですが、
前書き読むとね、いやこの超絶対健康法の超はその肉体の病気を超えて悟りに至るもんだと思ってくれと。だから病気を治そうじゃなくて魂を治そう、魂を向上させようというふうに至れば、あなたも超絶対健康法を取得しましたっていう世界なんです。だからここのところはとても大事です。悟りと不可分、病気を治すのは不可分だから、病気になるのは別に意地悪でなってません。自分には原因を作ったものはあります。この世の原因もあります。でもこの世の原因があろうが自分が作ろうが、そこから何をやるかっつったら、いかに魂を向上させていくかっていうだけの話だと悟っていただきたいということを、私は何度もこの YouTube 見てくださっている方には申し上げたいです。たまたま今日のこの YouTube をご覧の皆様に私から、お伝えしたいことがあります。これは決してたまたま偶然ではありませんので、病気を治してください、これを契機にね。でそういう要素がもうお話しさせていただいたつもりですが、何度も繰り返しになるけれども、病気を治すためにこの世に生まれてきたわけではありませんから。でもこの世に生まれてきたからには、病気を超えて魂の器を広げ、悟りを上げて多くの人に愛を与える自分になる、このために生まれてきました。でその過程で今病気をされている、あるいは家族の方がそういう状態にあるという方はですね、ぜひ私のような有物論で宗教なんてって思ってた人間が、ここまで実は宗教大事ですということを理解したものの素直な気持ちとしてですね、本を読んでいただくだけでも十分価値はあると言いつつも、これを機会にせっかく病気をされたんだったら、ちゃんと仏の弟子になってください。それが病気の治す根源である光とつなぐ、儀式でもあります。やはりこれは必要不可欠な行為ですので、ちゃんと信仰を持ってください。すなわち幸福の科学の門を叩いてください。私も叩かせていただいて、どうしようもない有物論の偉そうな人間がここまで感謝できる人間になって、片目が見えなくなってもそれをかえって幸いのことで、もうちょっと深く人生の秘密を知ることができ、多くの人の気持ちにも少しは寄り添える自分に、それはこの世的にただ優しいというだけじゃなくて、あなたが生まれてきた本来の目的はこういうことあるんじゃないですかって私がこう言った時に、そんなことあるもんかとじゃなくて、私もそう思いますっていう反応が出てくるような自分に、少しずつ近づいてきてるような気はするんですね。だから、この YouTube 見ていただいている中にも、さあ人生の目的と使命、俺もなんか発見した気持ちが出てきたという人が必ず一人二人いらっしゃると私は思います。どうかその人と私お話ししたいですから、幸福の科学の門を叩いて、来ていただきたいと思っております。信仰は大事です。